本日は2017年1月13日金曜日、明日14日の土曜日、15日の日曜日とセンター試験でございます。受験生の皆さん、勉強お疲れ様です。はじめ社長です。この動画はですね、ひとまず受験生の皆さん、そして、ひょっとしたら今後、大学に行きたいなとか思っているみんなに向けての動画でございます。よかったら見てください。そもそも僕ですね、なんでこんな受験の動画とか受験系の動画をたまに出すかって言いますと、多分僕人生で何を一番頑張ったのって言われたら、間違いなく大学受験って答える人間です。僕そんな勉強できる人間じゃなかったっすよ。中学校の時とかバリバリ英語100点中16点とかだったし、勉強嫌だったんですけども、そんな状況からなんとか頑張って勉強してバカなりに時間をかければなんとかなると思って、なんとか皆さんも知ってると思うんですけども、国公立大学の静岡大学に進学できた人間でございます。なんで僕大学受験っていうのにすごい思い入れがあって、勉強の辛さとか受験のプレッシャーとかいろんなの僕感じてきてるし、すっげえ苦しくて孤独との戦いっていうのも知ってるので、それ苦しんでる皆さんが頑張ってるって思うと、こう何か声をかけたいなって思っちゃって、ついつい受験の季節になるとこういう動画を撮ります。受験生の皆さんも多分当日前ですごい緊張してると思うんで、ちょっとでもねこう緊張がほぐれるようなお話をしようと思います。今日話すのは僕のセンター試験当日のお話でございます。17の時センター試験受けたから、22、21、20、19、18、17、6年前だよ。あの戦争からもう6年も経ってるのか。間違いなく国立大学に行くような人間じゃないんですけども、勉強ゴリゴリアホみたいに勉強して、なんとかそこら辺までたどり着いたバカです。そういう男がですね、その必死こいて超勉強した上で挑んだセンター試験だったので、めちゃくちゃ緊張してました、当日は。で、僕、富山県出身だったんで、センター試験当日の1月、めちゃくちゃ吹雪だったんですよ。そんな悪天候の中のセンター試験だったんですけども、事件その1、1日目のお昼ご飯タイム。午前中のテストがなんとか終わって、ちょっと一段落して、お昼ご飯でございます。母ちゃんが作ってくれた弁当、手作り、はじめ頑張れ、はじめ頑張れってこう、きっと朝からね、頑張って作ってくれた弁当だったんですよ。ありがとう母ちゃん、俺頑張るよ。そう思って母ちゃんの弁当を食べようと思って開けた瞬間、箸が入ってない。ママー！センター試験高校で受けるわけじゃないんですよ。富山県中の高校生が会場に集まって受けるセンター試験だったんで、弁当食う控え室はもう他の高校、他の知らない人ばっかりの中で、僕は手で卵焼きとか食ってたわけですよ。センター試験中だよ。もうその時点でだいぶもうなんかメンタルはやられたんですけども、いや美味しかったよ母ちゃん、美味しかったよ、ありがとう。富山県ってもう寒いんですよ、冬は。結露しちゃってるんで、廊下とかもこう凍ったりしてて滑るんですよね。危ない、滑るんですけども、僕ちょっとトイレとかしてて遅れちゃって、会場にいるもう200人ぐらいの生徒はみんな着席してるんですよ、静かに。で、やばいみんな座ってると思ってこう走って会場に入って自分の席まで行こうとした瞬間、床が結露してて滑って、アニメみたいなこういう倒れ方、頭からこうやって倒れました。バーン。会場200人の受験生、誰一人何も喋らず、一人も笑いませんでした。誰も笑わなかったし、みんな何にも面白そうじゃなかった。そりゃそうですよね。自分の進路は人生かかってるわけですから。僕一人が静かな空間で200人の前で転んでも誰も何も笑わないですよ、そりゃ。僕のメンタルは火を吹きました。それがあってちょっと一皮むけたのか知んないけども、どうにでもなれと思って、その後割とリラックスしてセンター試験を受けることができたっていうお話でございます。どうだ !200 人の他人の中で頭から滑ってこけるやつなんてそういないだろ。で、もう一つちょっとすごいのがあったんですけども、センター試験で英語の科目があるじゃないですか。で、センター試験受ける人って高校3年生の人ばっかりじゃなくて、浪人生の方とか大人の方とか、いろんな人がセンター試験をその会場で受けてたんですけども、僕の前の席にいた女の女性の方が何歳なんだろうな、多分30歳ぐらいの女性だったんですけども、英語の試験始まった時にですね、なんか試験官が 2,3 人ぐらいいたんですけど、全員僕の前の席の女性のとこにこう集まってきて、やっべこの女まさかやらかしたかみたいな、カンニングでもバレたんじゃねえかと思ったんですけど、どうやらそうじゃなかったみたいで、高校生はみんな制服着てセンター試験受けるんですけども、一般の女性の方は自分の私服で来てるわけじゃないですか。で、私服にね、英語で単語が書いてあったんですよ。なんで書いてあったっけ、ジャスティスみたいな、ライトみたいな単語が書いてあったんですけども、それがどうやら不正だと思われたらしくて、センター試験の英語ってそのヒントになるようなこと一切禁止なんで、英単語書いてある服着てたらダメなんですよ。これ覚えておいてください、一般の方。その女の人は英語のセーター着てたんで、もう英語のセーター、もう脱ぐともうほぼ裸みたいな状態だったんですよ。女の人がセンター試験裸で受けるわけにもいかなかったんで、どうするんだろうと思って僕ずっと前でこうやって話聞いてたら、服を裏返しにしてくださいみたいな。英語が見えることがそのダメだったみたいで、結果的にその人、英語書いてあったセーター裏返しに来て、セーターをこうやって裏返しに着せられて、
てセンター試験受けてました。でですよ、後ろにいる僕の気持ちに考えてくださいよ。後ろから見たら、もう首からこうやって札が見えてるわけじゃないですか。マジいい迷惑ですよ。なんで前の女の人、センター逆に来てセンター試験受けてんだろうと思って、不覚にもめちゃくちゃ面白かったですよ、英語の試験は。まあという感じかな、僕のセンター試験は。数学と国語で結構ミスっちゃって、結局は目標点より100点ぐらい低い点数になって、そっから志望校選びっていう感じで、まあ今の静岡大学になったんですけど、まあ静岡大学受ける時もね、倍率がえぐかったな。6.4 倍かな。64人受けたら10人しか受からない枠だったんですけど、そこをギリギリ勝ち抜き、無事静岡大学に入れたという僕の大学受験でございました。本気で勉強してきた人は非常に緊張していると思います。合ってても罰になっちゃうのは本当に悲しいことなんで、センター試験は段ずれ、マークシートの段ずれだけ気をつけてください。胃が痛い日々が続きました。僕も緊張と不安で。辛かった分、いい未来が待っていると思います。大学行ったらもう好きなことできると思うんで、髪の毛だってもう金髪にでも茶髪にでもしてください。ぜひ明るい未来に向かってもう一頑張りでございます。受験生の皆さん頑張ってください。良い結果を期待しております。じゃあな。